通勤通学中の皆様おはようございます。プクタの世界一時事ニュースの時間です。さあ本日はですね、イギリスからの話題になります。今回ですね、イギリス政府の過激化防止プログラムの教育教材として作られました、とあるインタラクティブ学習ゲームに登場します一人の女の子キャラクターが世界で大バズりしているというんですね。この教材はですね、主にね、右翼を過激派として描いておりまして、これをこうなってはいけない反面教師として描いているんですが、このキャラクターこそがネットの声を代弁しているとしまして、政府の思惑とは裏腹に、これが大人気になってしまっているというんです。近年ではね、もう稀に見る珍事となっておりますので、本日は一体何が起きているのか、詳しく見ていきたいと思います。この番組は海外のホットな時事ニュースをお届けします。通勤通学のお供にちょうどいいチャンネルとなっていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。さあ、それでは本題です。こちらね、見えておりますが、皆さんこのキャラクター、最近ね、ネットで見かけませんでしたか？これね、アメリアというキャラクターなんですが、今回ですね、イギリス政府が、とあるね、団体に依頼しまして、この若者がね、ネットや社会問題をきっかけに過激化していく。これを防止しようということで、これをね、疑似体験させて、ダメなんですよということを教えていく、インタラクティブ学習ゲームというのを制作しました。そしてその中で登場するのが、ここに見えております、右翼の女の子、アメリアなんですが、現在ですね、むしろこの女の子が素晴らしいということで、大人気となっておりまして、様々なミームが制作されていると、こういう状況になっているんですね。進歩主義的な反極右ゲームがバックファイアーズ。悪役のアメリアがバイラルミームになる。ということで早速ですが、こちらですね。バックファイアーズあります。こちらが本日のキーワードになります。こちらね、アメリアの記事ではたくさん使われるワードになっております。Backfire。計画などが意図した結果とは正反対の結果になること。ということでね、こちらバックファイアというのは意図とは正反対の結果を招くこと。逆効果という意味になります。で、日本語でね、最もピタッとはまる翻訳は裏目に出るっていうでしょ。もうまさにね、これです。思っていたのと全然違う結果になっちゃいました。これをね、バックファイアと言います。ということでこちらは進歩主義的な反極右ゲームが裏目に出て悪役のアメリアがバイラルミームになる。イングランドの春市議会が制作したオンラインゲームに登場する紫髪ボスのナショナリスト過激派アメリアがここ数日右翼系インターネットやソーシャルメディア上に溢れ返っている。この物議を醸すゲームは事実上あらゆる白人の若者を潜在的過激派として扱っており、意図せずしてミームを生み出してしまったのだ。そのミームは現在市議会が防ごうとし、かつゲームを通じて極右過激派主義と分類している、まさにそのイデオロギーやメッセージを拡散するために使われている。要するに完全に裏目に出たということですね。じゃあそのゲームがね、一体どういったものだったのか。Pathways と題されたこのゲームでは、大学に入学したばかりで社交的になり、新しい友人を作りたいと考えているチャーリーという名前の若い男性、または女性のどちらかをプレイヤーが選ぶことができる。つまり主人公の名前は男性も女性もチャーリーなんですね。この二人のどちらかを選ぶゲームだと。物語の序盤でプレイヤーはアメリアと出会う。彼女はクラスメートとして紹介され、設定上は右派運動と結びついた政治活動に関わっている人物である。間違った選択肢、すなわちアメリアに加わり、大量移民に反対し、伝統的価値観を支持する抗議活動に参加するを選ぶと、このゲームは通報という形で終了する。ということで、つまりはバッドエンドですね。これで終わってしまうということで、ちょっとね、ここまでを整理いたしますと、今回ですね、イギリス政府がこちらね、シャウトアウト UK という団体に、とあるね、教材の制作を依頼します。シャウトアウト UK は、イギリスを拠点とする、自らを超党派と称する社会的企業である。その使命は、メディアリテラシー及び政治リテラシーに関する研修やプログラムを提供することで、民主主義を強化することにある。で、大体ね、そのスタンスというのは、こちらでわかるんじゃないかなと思います。2018年7月5日、シャウトアウト UK は、議会における女性、とりわけ、ここね、ベイムとありますが、これはね、ブラック、アジアン、マイノリティエスニックのことです。少数派民族ですね。この頭文字です。いや、LGBTQ+ の女性の代表性不足という問題を解決するためのイベントを開催した。と、こういった団体なんですね。じゃあね、イギリス政府が、ここにね、何を依頼したのかと言いますと、それがね、こちらになります。Pathways。ちょっと以降ね、日本語読みで Pathways と言いますが、一応ね、ゲームという立て付けになっている教材ですね。でもまさにね、ここに書いてあるんですが、過激主義、急進化、およびプリベントに関する教育のための若者向け無料インタラクティブ学習パッケージと。つまりですね、若者に対して、その日々の生活の中でね、過激派にね、流れないようにしてくださいね。こういった人がいたら気をつけてくださいね。これを教育するインタラクティブゲームになっていると。それがね、まさにこちらなんですが、選択と安全な探求のプロセスを通じて、
急進化の概念についての学習を促進する。オンライン上の危険や急進化の経路の広がりを示す。若者に対してプリベントプログラムを紹介し説明する。過激主義に対して自分自身や他者について懸念がある場合に利用できる支援についての理解を若者に身につけさせる。ということで、先ほどからね出てきておりますこちらプリベントプログラムというのはイギリスの内務省が管轄します対テロ戦略の一つです。で、このゲームの中では具体的にねどういったものが危険なのか、これを教えてそれをねここに通報するように呼びかけているというわけです。ではこの中でねどういった人たちが危険分子として描かれているのか、ここが問題ですね。国家資金で制作されたコンピューターゲームが大量移民に疑問を呈すると対テロ対策プログラムに通報されるリスクがあるとティーンエイジャーに警告している。パスウェイズは11歳から18歳の学生向けに設計されたインタラクティブゲームで、過激主義対策を目的とする内務省のプログラムであるプリベントによって資金提供されている。このゲームではプレイヤーは白人の10代の少年少女のキャラクターがオンラインで移民問題について議論した結果、極右イデオロギーの疑いで政府に通報されないよう行動を選ばされる。有害な思想的メッセージを広める団体と関わったり、英国の価値観への侵食に反対する抗議活動に参加したりすると、登場人物は通報の対象になり得る。オンラインで移民統計を調べることさえ否定的に描かれている。その他のゲーム内の落とし穴には、ホームレスの待機軍人ではなく、イスラム教徒の男性が緊急宿泊施設を与えられていると主張する動画を共有することも含まれている。ということでですね、つまりね、このゲームというのは過激主義と言いますが、つまりは右派的な考えを悪者として描き、ここに走ると通報されますよ。またこういう人を見かけたら通報してくださいね。こういったゲームになっているというんですよ。つまり反移民を掲げる、その抗議集会に参加すると通報されますよと言ってるわけですね。そしてこのね、過激主義に傾倒する人物、つまりこのゲームの中で悪い例として描かれる人物が、このね、紫の髪の少女、アメリアだったんですね。しかし、このゲームの開発者たち、そしてその背後にいる進歩主義的な仕掛け人たちは致命的なミスを犯した。彼らはゲームの敵役であるアメリアを若者の間で世界的なミム文化として広く人気のあるゴスガールにしてしまったのだ。ひとたびゲームがその教育的な枠を飛び出すと、右派系ソーシャルメディアは彼女に飛びついた。タイムラインは瞬く間にアメリアのファンアート、編集画像、スクリーンショットで埋め尽くされた。制作者たちが意図したような危険なナショナリストの過激派としてではなく、彼女は皮肉なヒーロー、つまりこのゲームが推進しようとした思想そのものに抵抗するための一種のマスコットとして受け取られるようになったのだ。ということで、このゲームでね、悪者に仕立て上げられたこのね、アメリアというキャラクターがむしろね、大人気になっていくんですね。で、現在ですね、ネットではこのようなね、アメリアのコンテンツで溢れ返っておりまして、こちらもそうなんですが、主にね、このアメリアが、何の躊躇もなくね、これね、ハリーポッター持っていたりもしますが、右派的な主張というのを展開し、左派をぶった切っていくんですね。これ人気が出る理由わかるでしょ。ここね、スマッシュ JT さんいますね。アメリアは我々の世代における最大の政府プロパガンダのバックファイアだと。で、こちらにね、そのミームというのがまとめられているんですが、現在ですね、こういった形で、様々なメディアがね、ネットを席巻していると。こういった状態になっているんですね。ちょっと人種差別的で、右派寄りの可愛いアート系の女の子なんて誰が嫌いになるっていうの。ここね、土地を守れとありますが、現在ですね、このアメリアというのは、ネットではね、反移民の象徴になっているんですね。これは最高だ。イギリス政府は自分たちが何を始めてしまったのか全く理解していない。アメリアは抵抗の象徴になってしまった。もうすでにね、こちらコスプレなんかもされてるんですね。プロパガンダにの意見を言った市民を罰し、暴力犯罪者を無罪で野放しにするような時代遅れの体制によって西洋文化が置き換えられることに反対しよう。アメリアに友達ができました。私は彼女を愛しています。左翼の洗脳屋どもが右翼のヒーローを生み出してしまった。UK のツイッターにいるとどんな気分なんだろうか。で、この方ですね、政治学者ということなんですが、ちょっとこちらのコメント最後に見ていきたいと思います。アメリアを紹介しよう。極右の新たなスターであり、リベラルな民主派の弱点を暴いた存在だ。アメリアはイギリスのリベラル派が制作したゲーム、パスウェイズの登場人物で、若者に政治的過激主義への警告を与える目的で作られたキャラクターである。このゲームにおける政治的急進主義とは、主人公側の敵役であるアメリアが反移民デモに参加し、英国の価値観を守ると語り、政府や教師の意見と対立することを指す。ファシズムも暴力も出てこない。民族主義的な考えを持つだけで、急進主義として脅かされるのだ。もちろん、左派の急進主義については一切触れられていない。ゲームには選択肢がある。悪い道を選んでアメリアについていくのか、教師にこの国の全ては素晴らしく、決して抗議などするべきではないと説得されるかのどちらかだ。
このゲームの目的は自分の意見を表明することを恐れ、民主主義に参加できない負け組を育てることにある。さらに皮肉なことに、勇敢に右翼的信念を表明する若い女性というキャラクターは、若い男性を民族保守運動から遠ざけるどころか、ポジティブなミームとなり、ナショナリストの新たな象徴になってしまった。リベラル派は今日のナショナリズムがカウンターカルチャーであり、もはや国民に安全を提供できなくなった体制に従順であれという物語よりも、若者にとってはるかに魅力的であることを理解していない。はい、ということで本日はですね、イギリス政府により制作されました教育ゲームパスウェイズの悪役として描かれたアメリアが、現在ネットでは反移民の象徴となり大人気になってしまったという話題を見てまいりました。いかがだったでしょうか。もうまさにバックファイアだったでしょう。完全に裏目に出たという形になったんですね。先ほどもすでにね、コスプレしてる人なんかもいましたが、これね、すごく真似しやすいので、今後もね、これ増えていくかもしれませんね。で、それにしてもですよ、今回ね、このアメリアというのが話題になっているんですが、その大前提となっているこのゲームですよ。やばいでしょ。いやー、すごいですよね。現在ね、イギリス政府というのは、こういったね、右派の思想というのを悪魔化し、若者を教育しようとしているというね、本当にね、すごいなと思いましたが、皆さんはこれについてどのように思われたでしょうか。ということで、本日の動画は以上になります。この動画良かったよと思っていただいた方、ぜひチャンネル登録、グッドボタンお願いします。それではまた、通勤通学中にお会いしましょう。